こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画は WPL ジャパンの B14 キットメタルエディションと B24 キットメタルエディションの紹介と組み立ての解説の動画になります。B シリーズっていうのは大きく分けると4輪駆動と6輪駆動があるんですけど、今回こちらの動画では4輪駆動のモデル2つですね。4輪駆動のモデル2つをまとめて1つの動画でご紹介させていただきます。6輪駆動の B16 と B36 っていうのがあるんですけど、そちらについては1つ前の動画でですね、同様にご紹介させていただいてますので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、じゃあまず B シリーズの4輪駆動モデル2つがですね、どんなモデルかっていうのを見ていきたいと思います。まず B14 っていうのがもうこちら完成済みであるんですけど、こちらがですね B14 になります。で、もう一つがちょっと今回の動画でこれから作るっていう状態なんですけど、ボディだけ置いてあります。これですね。多分シャーシは一緒なんで、こうすればなんとなくなんとなく雰囲気わかると思うんですけど、ちょっと完成済みの写真後で入れるんで、出てます。これですね。こんな感じで、これが完成状態の B14 ですね。これも可愛いですよね。で、この2つですね、同じ B シリーズの4輪駆動のモデルになりますので、まあ先ほども言ったんですけど、シャーシは共通で同じ作りになってます。なので、上に乗ってるこのボディがですね、違うだけっていうことになりますね。ボディはどちらもミリタリー系っていう感じで、まあ両方ともトラックになってます。こう荷台があるので、なんかもうこの荷台があるだけでワクワクしますよね。こう、何を乗せようかな、みたいな。これ僕だけですかね？いや、僕だけじゃないですね。もう少なくとも僕の周りでも、マーケの K さんは、この荷台があるモデル好きなんですよ。やっぱ同じで、こう、何を乗せようか、こうワクワクしちゃうみたいで、なんか、ワクワクしません？こう、なんかちょうどよく乗せれるものないかな、みたいな。まあ、その辺はどうでもいいか。はい、すいません。で、6輪駆動のモデル、まあ1個前の動画で紹介させていただいてるんですが、その6輪駆動のモデルと何が違うのっていうところなんですが、まあ、タイヤの数が違いますね。それは当たり前なんですけど、ちょっと出しましょうか。ちょうどこれがもう1個前の動画で作りたてほやほやの状態なんですけど、これですね、これが6輪で、ちょっと映りきらないか。こっちが4輪。で、このキャブっていうんですか、そのフロント部分、この前のところ、この頭のところは基本同じです。基本同じっていうかもう全く同じですね、こことここは。で、荷台が違うんですね。こんな感じで。この方が映るかな。こんな感じで、荷台は全然長さが違って、まあ形状も違うと。で、まあパッと見で一番違うのは、後輪がこう4つ。で、こっちは後輪が2つっていうところになりますね。で、こっちの6輪の方は、単純にタイヤの軸が2個に増えてるっていうだけじゃなくて、結構このトラニオンサスっていうんですかね、こっちとこっちのタイヤがこうシーソーみたいに動く機構がついてるんですよ。で、ここが結構複雑な作りになってるんで、こうなんか単純にポンポンって増えてるだけじゃなくて、結構機構も複雑な感じになってます。で、対して、こっちの B14、あと B24 も一緒なんですけど、こちらは、C シリーズを触ったことがある方には結構説明しやすいんですけど、C シリーズのここのサスですね。サスが、こう、板バネになってるバージョンっていう感じです。これはリーフスプリングなんですね。こんな感じで、ここのサスペンションが、こう、板バネになってます。これは結構実写チックで可愛いなと思うんですけど、これは前後ともにですね、こんな感じになってます。あと D12 を触ったことがある方は結構見慣れてると思うんですけど、D12 の軽トラありますよね。軽トラと、あと D42 っていう軽バン。2車種はリアだけこの板バネ、リーフスプリング仕様になってるんですけど、それと同じです。なので、この B シリーズに関しては、基本4駆、こっちが4駆で、こっちは6輪駆動。まあ、すべてのタイヤが駆動する
で、サスペンションがリーフサスになってますというような仕様に、こんな感じですね。そういうような仕様になってます。はい。というわけで B シリーズの4輪駆動のモデルってなると、この C14 と C24 の2車種になるんですが、先ほどもお伝えしたように、シャーシは共通になりますので、性能面はっていうところになると、基本的には同じって言っていいと思います。なので、この4輪駆動モデルの方、B シリーズの4駆で、どっちにしようかなって迷った場合には、もう見た目の好みで選んでいただくっていうので、全然問題ないんじゃないかなと思います。で、続いてですね、このモデル、キット。うちが取り扱うのはキットになりますので、その点についてご注意いただきたい点をお伝えさせていただきます。全部で3つあるんですけど、じゃあまずその3つですね、ざっとお伝えすると、キットモデルなのでメカ類は別途必要ですと。あと上級者向けですっていうのと、付属する組み立て説明図が KM 用じゃなくて軽用になっているという感じなんですけど、ちょっと一個一個説明していくと、まずキットモデルっていう点について、これは他の動画でも説明してるんですが、C44 キットですね。C44 と同じで、送受信機とか、あと ESC、これ付属してませんので、別途ご用意いただく必要がありますと。で、その点について、詳しくはその C44 の動画で解説してますので、キットってどういうことっていう方は、よければですね、概要欄にその動画のリンク貼っておきますので、そちらを見てみてください。では次に上級者向けという点について、これはもう C44 のキットとか、あとは一つ前の動画でご紹介している B16、36と同じでですね、キットになりますので、プロポセットが別で必要だったり、配線なんかも一部ハンダ付けなんかが必要だったりっていうのがあります。なので、例えばもうラジコン本当に初心者で右も左も分かりませんみたいな、そういうような方はですね、正直もういきなりこのキットに挑戦するっていうのはなかなか厳しいと思いますので、まずは RTR モデルっていう完成品のフルセットのモデルですね。そちらから入門していただくっていうのがおすすめかなと思います。ただ、この形、この B シリーズがいいんだっていう場合に、ちょっと現状ですね、うちの方で、もうこの B シリーズはまずキットのみの取り扱いっていう風にしていますので、RTR モデル、フルセットのモデルですね、は基本的には、C シリーズか D シリーズってやつになるんですけど、その中で4駆でオフロードでガンガン走らせたいよっていう場合には、もう C シリーズ一択になるかなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。で、次ですね、付属する組み立て説明図が KM 用じゃなくて軽用っていう点について、皆さんご存知いただいていると思いますけど、WPL の製品っていうのは、海外製品なんですね。で、うちが日本の正規代理店ということで取り扱いをしているという形になるんですが、輸入製品の、いい点、悪い点ってやっぱりあると思うんですけど、とにかくいい点としてはコスパがもうとんでもなくいいんですよね。で、他にも何点かあるんですけど、逆にですね、例えば取説なんかは、説明図の内容と実際のパーツが違ってたりとか、あとは今回一番びっくりな点として、僕もびっくりしたんですけど、そもそも付属する取説がですね、KM 用じゃなくて軽用なんですよ。ちょっとそういうあれっていうところがあって、これどういうことかっていうと、KM っていうのは、モデル名が例えば B14KM ってなってたとするじゃないですか。で、その最後についてる KM っていうのが、キット、K がキットですね。で、M がメタルエディションですっていう意味になるんですね。で、メタルエディションっていうのは、もうほぼフルオプションみたいな感じで、いろんなオプションパーツが最初からついてるんですよ。で、今回ご紹介しているこの2つのモデルっていうのは、その KM っていうモデルの方になるんですけど、なんと付属している取説は軽用。この軽用、K っていうのは M がついてないメタルエディションじゃないってことなんで、つまりもうノーマルマシンのキットなんですね。なので、ざっくり言ってしまうと、こういう足回りとかが、金属製のやつがついてなくて、もう本当にドノーマル、こうプラスチックでこの辺が樹脂でできてるようなノーマルの車体、それが K なんですけど、そっちの取説がついてると。なので、実際に付属の取説の通りに作ろうと思うと、KM モデルなのに K の取説がついてるんで、付属してるオプションパーツがもう一切登場しない取説になっちゃってるんですよ。
で、そこで一番違うのがメタルアップグレードパーツセットって言って、この金属製のアクスルとか、この車軸のところですね。この辺とか、あとはプロペラシャフトとか、これ2スピードミッションがついてるんですけど、この辺がシングルギアのミッションになっていたりっていう。この辺がですね、結構一番違うところで、かつ一番作るの大変なところなんですよ。でそこのが取説にないってことは、結構大変じゃないですか。というわけで、本家 WPL さん、コスパが良くて非常に楽しめる製品を作ってくれてはいるんですけど、付属する取説が KM 用じゃなくて軽用になっちゃってるみたいな、ちょっとそういうワイルドなところもありまして、なので、そういうところはうちが代理店という立場でフォローさせていただいて、実際にですね、こうして解説動画を上げさせていただいたりして、なるべくお使いいただく皆さんにですね、困らないようにっていう努力はさせていただいてるんですけど、ちょっとそのあたりが心配な方は、ぜひ購入前にですね、せっかくこのような動画も上げさせていただいてますので、見ていただいてですね、実際に把握していただいた上でご検討いただければと思います。はい、以上が事前に知っておいていただきたい注意点でした。では続いて実際に組み立てていきたいと思います。で、今回の動画ですね、1個前の6輪駆動モデルの動画と同様にですね、メカ類の搭載は省いて、キットの組み立てのみでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。メカ類の搭載までやるとめちゃくちゃ長くなっちゃうのと、あくまでも上級者の方向けということで、その辺はやらなくてももう分かっている方も多いと思いますし、あとはキットモデルへのメカ類の搭載に関しては、すでに詳しく解説した動画もありますので、そのあたりについてはもしよくわからないよという場合には、概要欄に、そちらもですね、動画のリンク貼っておきますので、よければそちらも合わせてですね、参考にしてみてください。では、今回は例として B24 の方を作っていきます。で、ちなみにこっちですね、B14 の方もですね、シャーシは全く同じですし、ボディも実は、ほぼ組み立て状態になっていて、取説を見れば誰でも問題なく作れるかと、思いますので、B14 の方もこの動画を参考に組み立てていただければ事足りるかと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ基本的には組み立て説明図の順番に沿って進めていきますね。ということで、B14 も B24 も最初はボディからですね。で、実はこのボディなんですけど、取説を見るともう組み立て図があるんですけど、どちらのモデルも最初からほとんど組み上がった状態となってます。これミラーだけかな。このミラーだけ後からつけるんですけど、それ以外も全部組んでくれてあるんですよ。なので一応取説ですね、見ていただいて、もしこれついてないなみたいな、細かいパーツとかが、そういうついてないのがあった場合には、そこだけ取り付けていただくっていう感じで全然できちゃうと思いますので、もうここは飛ばしちゃいますね。というわけで、これがメインフレーム。これだけシンプルだと逆にかっこいいですよね。でも実車のトラックってこんなもんですよね。実際。メインフレーム、2本平行にあって、で、そこにいろいろ詰まってて、ボディ乗っかってるっていうのが、実車もその辺は同じような構造かなと思うんですけど、これ、今から作りますが、B1424 どっちも、全く一緒ですね。では、基本的には同じなんですけど、今回は B24 の方で進めていきます。じゃあ、この中にいろいろ詰めていく感じなんですけど、まず、ど真ん中のミッションからいきましょうか。これですね。これがミッションなんですけど、早速、取説と実物が違う部分なんですけど、取説だと、軽用の取説なんで、この KM に付属してる2スピードミッションじゃないやつが取り付けられているような図になってるんですけど、実際はこの2スピードミッションを取り付けていきます。で、こんな感じの袋がミッション、2スピードミッションと一緒に入ってたと思うので、ここからですね、これと、で、あとこのめちゃくちゃちっちゃいネジと、あとこのナンバー2のネジって言うんですけど、これですね。このネジを出して、で、まず、今回はもうキット素組みでやっちゃいますので、ちょっと適当な位置でつけちゃうんですけど、これ実際は通電させて、ニュートラルを出してから、この位置ですね。垂直って感じの位置。この位置につけるような感じで進めてください。で、このちっちゃいネジをここに入れて、止めていきます。で、この辺ですね、もしわからないよっていう方いらっしゃいましたら、別の動画でもうすでに詳しくやっているやつがあって、WPL フルアクション化プロジェクトかなっていう動画
があって、そこで詳しく説明してますので、概要欄からですね、その辺詳しく知りたいという方は、もうそっちはそっちで結構ボリュームがあるんですけど、そちらを見て、確認しながら、この辺ですね、準備を進めていただければと思います。で、ここのねじ込みなんですけど、力いっぱいこう締めていくと、このサーボの耳がパキッと折れちゃうことがあるんで、折れちゃってもそのまま使うことはできちゃうんですけど、あんまり気持ちのいいものじゃないと思うんで、ほどほどの締め具合で締めるっていう風に注意しながら、割らないようにですね、注意しながら締めてください。で、ここ取り付けたら、これをですね、こんな感じで、カパッと、形よく見るとわかると思うんですけど、こう収まるようになってるんで、ここですね、ここをこんな感じで収めておきます。で、今回は素組みでいきますので、ここ接続特にしないんで、邪魔になっちゃうので、もうこんな感じで、ちょっとマスキングテープで留めちゃいますね。で、このフレームなんですけど、上下はないんですけど、前後があるので、そこだけ注意していただきたいんですが、この2つ穴が開いてるところ、ここから今この向きで言うと画面左側が穴2個開いてると。で、この2つの右側にこちら側穴が3つですね。3つこんな感じで穴が開いてると。で、この3つの方が前になります。で、今こっちを前の方にしたんですけど、この向きでここ2つ、ここ1、2、3。この向きでミッションがこうなります。多分分かりますよね。このミッションにも同じようにこう合わせてみると、同じ位置に穴が開いてますので、ここをこう合わせる感じですね。で、ネジがいっぱい入ってる袋が2つぐらいかな、あると思うんですけど、この同じやつがいっぱい入ってるやつがあって、これが頻繁に出てくるんですけど、ナンバー1っていう、もう WPL で一番よく使うネジですね。短めで頭が大きいやつ。で、こういう100均とかのトレイでいいと思うんですけど、こういうのがあったら、こう入れとくとなくさないし、作業もしやすいかなと思います。ついでにこっちの袋も開けときましょうか。これはこっちに入れときます。じゃあここですね。ミッションをネジで留めていくんですけど、一旦ですね、こことここを留めておきます。で、これ後で一回外してまた別のパーツを取り付けるっていうところ出てくるんですけど、そこはちょっと面倒かもしれないんですけど、一旦仮組みっていうような気持ちでですね、ここは2箇所止めておいていただいて、で、後で必要に応じて外すこともあるよという場所になります。じゃあ、ここと、ここですね。はい、こんな感じで取り付けます。で、次に、この袋からこのフロントデッキだったり、このクロスメンバーだったり、これ使わないですけど、ノーマルのギアボックスの受け皿みたいな、これだったりっていうのを出して、これ使わないんでどっかに置いといてください。で、あとリアのこのパーツですね、この辺を取り出して、じゃあまずこれいきましょうか。クロスメンバーって言ったりビームとか言ったりもすると思うんですけど、これをこの向きだとここですね、ここに取り付けます。で、上下だけあって、これスカスカの部分を上向きにしておいてください。なのでこっちだと逆ですね。この向きです。こっちの向きはどっちでもいいんですけど、これでネジで留めていきます。で、この辺は相手の樹脂がそんなに強くないので、ほどほどに締め込むっていうのをちょっと注意しながら、あんまり強く締めちゃうと相手側の樹脂のネジ山が舐めちゃったりするんで、その辺は注意しながら組んでいってください。こうですね。で、続いてこれですね。これも同じです。スカスカの部分を上向きなので、こうですね。これで取り付けていきます。はい、今こんな感じになったと思うんですけど、ここからですね、一旦反対側のフレームも取り付けてしまおうと思います。ここはもうこんな感じで合わせて、反対側のネジ止めしたところと同じところを全部ネジ止めですね。同じようにナンバー1のネジですね、を使って止めていきます。はい、これで両側ですね、同じ部分のネジ止めができましたと。で、今度はこのフロントのメカとかサーボとかを乗せるデッキですね。これをここに入れていきます。ちょっとこんな感じでスライドさせるようにして入れ込んで、
そうすると、ここですね。こことここが穴が合う場所があると思うので、ここまでスライドして入れる。で、向きは、ここがスイッチの、こっちの方が見やすいか。ここはスイッチの穴になってるんですけど、これが前の方ですね。これ今、こっちがリアで、こっちがフロント、前になるんですけど、これが前の方、端っこの方か。端っこの方に来るような位置で入れてください。で、こことここ、まだネジは入れずに、ここ別のパーツも一緒に組み合わせるようにしてネジを締めないといけないので、一旦ネジ止めはなしで進めます。で、続いて用意しておいてほしいのが、このなんか袋に入ってる、こういうパーツ。この形のやつ。これを用意していただいて、あとこれ、こういうパーツと、あとこれですね。このバンパー。これを取り付けていきます。これちょっとややこしいんですけど、まず、これこの向き。この向きで見たときに、このパーツをこんな感じで組み合わせます。こうですね。で、反対側も一緒。こんな感じになります。で、これをですね、このまんま、ここにスライドさせるようにして入れます。こんな感じですね。ここにこう、収まってる感じ。で、ここをですね、このスライドさせたまま、ちょっと奥まで持ってっちゃいます。後で、この穴とこの穴合わせるんですけど、ちょっと一旦このバンパーをつけなきゃいけないんで、ちょっとややこしいんですけど、ここをですね、バンパーは、こういう向き。シャーシがこうだったら、この向きでつくんですけど、これをですね、ちょっと今ひっくり返しますよ。こうして、これ今裏側。で一旦ですね、このバンパーを、こうして、で、こうしながら、ここにこう持ってくると。こんな感じ。これで、この時点で結構パチッとはまってると思うんですけど、こう、あんまり動かない状態。で、さっきのこれをまたスライドして前に戻して、この上にさらに被せるようにします。こうですね。これで、全部穴が繋がってる状態になると思うんで、ここでネジ止めですね。で、ここもナンバー1のネジ、一番普通のよく使う頭が大きくて短めのネジ。これを使って、ここですね。さっきのここを止めていきます。はい、こんな感じで止まりました。で、続いて用意していただきたいのが、このパーツですね。これを切り離します。この1、2、3、4。で、こっちの、これ、1、2、3、4。で、全部外すとこんな感じで、ごちゃごちゃってあるんですけど、形は似ていて、でも、ちょっと違いますよね。2種類あって、1個はこれ、こう切り欠きが縦に入ってるやつ。で、もう1個は、これですね。こっちが、切り欠きが横向きに入ってるやつ。この2種類があると思うんですけど、これ、裏側もちょっと形が違っていて、こっちのパーツは、この、後で出てくるこのリーフスプリング。これを、こうやってネジ止めする形になってるんですよ。で、もう一個の方。こっちのパーツは、こんな感じになってるんですけど、ここに、リーフスプリングの、この、最後のフックみたいな形になってるところを、入れて、こうやって押さえる役目がある。そういうパーツなんですね。で、これを車体に取り付けていきます。で、まず、こっちの切り欠きが横向きになってる方。リーフスプリングのフックをこう、止める形状になってる。こっちのパーツですね。これを取り付けていきます。これを、ここの穴と、ここの穴。車体の前の方ですね。これバンパーなんで、車体の前の方に付けていきます。ちょっと、慣れないと取り付け難しいんですけど、このパーツの、ここ、なんか爪になってますよね。ちょっとこう。これ爪になってると思うんですけど、ここをですね、ちょっと斜めにしながら、この穴に入れるんですよ。ちょっとやってみますね。
うやってやって、ちょっと穴の位置見といて、ここ斜めにすると、スコって、もう今ちょっと入っちゃいましたけど、たまに入りにくいんで頑張ってほしいんですけど、入りにくい場合は、こう斜めに入れて、で、こう起こすようにすると、ちょうどネジ穴がこの切り欠きのところに来るんで、ここをナンバー1のネジで留めます。ここですね。ここをこんな感じで留めていきます。はい、こんな感じですね。で、反対側も同じです。このパーツ、とにかく切り欠きが横向きに入ってるやつは、他は特に左右とかはないので、全部一緒ですね。ぐちゃぐちゃっとさっき外したやつが結局2種類しかないってことですね。でこの横向きの切り欠きのやつを同じくまたこっちにこんな感じではめて、で、ここネジで留めていきます。はい、こんな感じです。で、今度はもう一個のこの切り欠きが縦に入ったやつ。これをこことここに取り付けていきます。取り付け方は一緒ですね。こう斜めに入れて、爪を引っ掛けるようにしながら、こうですね。で、ここを止めると。はい、これでフロント部分ですね。この4つの取り付けができましたと。で、一応チェックしておいていただきたいのが、こっちですね。こっち側に、こう、フックを引っ掛けて、で、こっち側はネジで留めれるように、両方ともですね、こう、ちゃんとそうなっているかっていうのを一応チェックしておいてください。で、リアですね。リアも一緒です。結局、ここと、ここと、こことここに穴が開いてるんで、同じように取り付けていきます。で、リア側は、この切り欠きが横向きのやつ、これをこっちに取り付けていきます。こっちじゃなくて、こっちですね。こっちに、この切り欠きが横向きのやつ、これを取り付けていきます。で、リアの取り付けなんですけど、さっきここネジつけてるじゃないですか。ちょっと仮組みというか、組み立ての都合上1回ネジ入れちゃってるんですけど、ここを1箇所ずつですね、こう外しながら取り付けていっていただくといいかなと。なので、まずここは、ここ外して、で、さっきの切り欠きが横向きのやつ。これを、まあ、取り付けの容量はフロントと一緒ですね。こう斜めに入れて、このようにして、で、取り付けると。で、今度こっちですよね。こっちを外して、で、今度は切り欠きが縦に開いてるやつ。これを同じ要領で取り付けていきます。これで片側2つがつきました。反対側も一緒なんで飛ばしちゃいますね。はい。これでリアも4つ取り付けができました。で、あとはサーボですね。サーボも一応、今回キット素組みですけど、キットにそもそもサーボ付属してるんで、一応通電させないんですけど、取り付けだけはしていきたいと思います。これですね。この袋にサーボホーンが入ってますので、これを取り付けていきます。これですね。この白い樹脂のサーボホーンと、あと、ちょっと分かりづらいかもしれないです。このネジ。このネジですね。これを使います。で、このサーボホーンの取り付け位置なんですけど、基本的にっていうか、まあ、必ずですね。必ず、本当に組むときは、メカを搭載するはずなんで、このサーボのニュートラルですね。一番真ん中を通電させて、全部こう配線を組んだ状態で、実際にプロポでこう動かしたらこれはキュッキュッキュッって動く状態ですね。その状態にして、これを取り付けるようにしてください。ちょっと今回はメカ積みしないんで、このままちょっと適当な位置につけて進めちゃいますけど、実際はニュートラルを出す。で、これぐらい、ちょっと斜めぐらい。これぐらいで C シリーズだと取り付けるんですけど、B シリーズは、まあこれぐらいですね。本当に気持ち斜めぐらいでちょうど良くなるっていう感じです。で、サーボの軸にネジをしっかり取り付けて、で、こんな感じですね。で、これを、ここのデッキ自体は C シリーズと一緒なんですけど、こんな感じで、ここにサーボの耳がこう、ぴったりはまるようになってるんで、ここに一旦収めて、で、上をカバーで留めておきます。これですね。このパーツを使って、この2つ開いてる穴が、こことここに合うようになってるんで、こうやって収めるようにして、こうしっかりはめ込んで、で、ここネジ止めですね。
で、ここで使うネジなんですけど、このキットで一番合うネジってなると、実はですね、ちょっと変なとこに入ってるんですけど、これが一番合うやつですね。このサーボホーンが入ってたやつ。これですね。これが入ってた袋に一緒に入ってたネジで、こんなのがあると思うんですよ。このネジ。これを、ここですね。ここに締め込んで、こんな感じです。で、ちょっとかかりが甘い部分なんで、ここ。他もそうなんですけど、ここは特に、締め込みですね。あんまりきつくやりすぎると舐めちゃうと思うんで、ほどほどで。で、まあ、サーボは横の入力は大きいですけど、縦の入力はあんまりないので、まあ、これぐらいで軽く止まってれば、そんなに問題ないかと思いますので、サーボの固定に関しては、こんな感じでやっていただくのがおすすめかなと思います。で、ここからなんですけど、実際にですね、メカを積みながら作っている場合には、次このデッキをですね、ここにこんな感じでつけていくんですけど、ここで、まあこの1階、こっちが2階としたら、ここのスペースですね。1階と2階のスペースをうまく活用しながら、ESC だったり、受信機だったり、そういったものをですね、ここに載せていくっていう作業が必要になるかなと思います。で、今回はキット素組みなんで、このままこのデッキですね、デッキを取り付けていきます。これはもう、ここのネジ穴2個、ここですね、ここを、下のここに合わせてネジで留めていきます。で、ここで使うネジはナンバー1でもいいと思うんですけど、多分このナンバー2の方が形状的にですね、しっかり収まると思うので、こっちを使っていきます。ここと、ここですね。はい、これでシャーシに関しては、ほぼほぼ出来上がりという状態で、あとは足回りですよね。ここから、まずですね、このフロントのここのアクセルを組み立てていくんですけど、実は1個前の動画で解説している6リン駆動モデルの方ですね。そちらとフロントのアクセルは作り方が全く同じなんですね。なので、今からその動画のフロント部分の組み立ての説明の部分を、使い回しっていう形で一度撮影した動画をですね、そのまま今から流しますので、それを見て組み立ててください。なので、ちょっと6輪駆動の説明も混ざっちゃってるんですけど、今から流す動画の中にですね、そこはちゃんと補足説明を文字で画面に出すようにしますので、6輪駆動モデルの動画を使い回してるんだなっていうのを、前提にしながら見ていただければと思います。はい、では、お願いします。はい、じゃあ、フロントはもう、フロントっていうか、どのアクセルもそうですよ。もうこれですね。これをまず取って、で、慣れてる方はもう自分の組み方で組んでもらっちゃって全然 OK です。OK ですが、一応僕のやり方としては、この時点で、この赤ですね。赤をこう刺して、で、2.5mm のドリルでここ通しときます。これ別の動画でも紹介してるんですけど、もしドリルある方は2.5でですね、通しておくのをお勧めします。このビスがですね、こう通りやすくなるんで、で、もちろん、メスネジがあるこのパーツは、通しちゃダメですよ。これも他の動画で言ってるんですけど、ここはネジ山が切ってあるんで、これもつけた状態で、こうドリル通しちゃうと、もう何もネジ山がなくなっちゃうんで、ものすごいびっくりすることになるんで、それだけ気をつけてください。アクスル、で、この赤いやつですね。これだけの状態で、ここですね。こんな感じで通しちゃいます。ついでにここも一緒ですね。ここも通しときます。ここも 2.5 で通しておいた方が、ネジがスルスル通りやすくなるので。で、金属粉が出るんで、一応、パーツクリーナーかなんかで綺麗にしとくと。で、こんな感じでシャフトが3本あると思うんで、こういうやつですね。これの短いやつがフロント用ですね。こんな説明いらないですよね。いらないと思いますけど、一応。で、これですね。このベベルギアを、この真ん中、この D カットしてある部分が真ん中よりちょっと左にある状態。この向きで、こうですね。これを
こんな感じで通しますと。で、これですね。この SIM を両側に入れます。こっちにも1枚入れます。1枚1枚で挟みました。で、ちっちゃいベアリング。これも左右に1個ずつ入れますと。で、この状態になるとここに入れられると思うので、こんな感じですね。これで、次は芋ネジですね。芋ネジをもう打っちゃいます。この芋ネジ 1.5 って、ちょっと余談ですけど、この 1.5 の芋ネジって、この六角に刺すのむずくないですか？一応僕いつもどうしてるかっていうと、外れなくなっちゃった。外れないんだけど。ちょっと、外れないんで次やります。ちょっと取り付けちゃいます。これを、付属のネジロック剤でもいいんですけど、まあ、一応、こういうちゃんとしたロックタイトとか、ちゃんとしたやつ使った方がおすすめかなと思います。で、この時に、このシャフトですね。ど真ん中にちゃんと来てるかっていうのを見て、はい、この状態ですね。右にも左にも寄ってないところをちゃんと見ながら、もうここをバチッと打つと。芋ネジを打つという感じです。で、さらに左右にベアリングですね。ベアリング入れて、一応、シャーンと回るかっていうのを確認しつつ、で、これですね。これ被せて、ちゃんと回ってますね。なので、まあ、今回ちょっとパパッと手早くやってしまうので、もちろん、そんなに慣れてない方でじっくり組まないとなっていう方は、ここでちゃんと調整しながら、場合によっては概要欄にあるリンク先に詳しく説明している動画があるので、それを見ながら組んでいただければと思うんですけど、今回はちょっとこのままバンバンやっちゃいます。で、グリス、まあ、これオイルですね。オイルを刺して、このまま閉じちゃうんで、ここはオイルを刺しておきます。ちなみにこれ、結構半年前ぐらいから開発を進めていて、最近ようやくもう製品ができるなっていう感じになった。ちょっとまだ、あれこれ出していいのかな？大丈夫ですね。多分来年、年明けぐらいに発売されると思うんですけど、これとですね、あともう2種類あるんですけど、これは全部混ぜれるよみたいな。オイルと、こっちはグリス、ペースト状のグリスなんですけど、これ混ぜて粘度を調節できますみたいな。結構便利なんですよ。っていうものを作ったんで、また、めちゃめちゃ今話それてますけど、またちょっと別の動画で発売したら説明させてください。ちょっと今回これ実際に使っていきます。で、これ閉じますね。閉じて、一応今この状態で、僕の場合はですけど、この黒い方をこっちに向けて、こっちのシルバーの方、塗料が乗ってない方に、この赤いのをいつもつけてます。で、こうじゃないですね。こうじゃなくて、こっち向き。今正面から見たっていう感じでいくと、左側に丸がある状態で、これ逆だ。こうですね。WPL って書いてあるじゃないですか。この刻印が、ちゃんとした向きになる状態。これで組みます。で、フロントは基本的に C シリーズと同じ組み方するんで、これですね。これを、ここにベアリング入れて、で、この時点でプロペラシャフトもつけちゃった方が楽かな。楽だと思うんで、もうここで、まずこういうパーツありますよね。プロペラシャフトを作るための。これが短い、長い。3つあるうち、1つだけ長いのがあるはずなんで、これ長いの1本、これ使います。で、ここですね。ここを組んでいきます。ここは飛ばしちゃってもいいぐらいかなと思うんですけど、一応このスパイダーっていうところを組み立てていきます。まあ、このプロペラシャフトの組み立てとかこの辺は飛ばしちゃいますね。もう大丈夫だよっていう方前提っていう感じでやらせていただくんで、もし詳しく知りたい場合はちょっと申し訳ないんですけど、概要欄からちょっとリンク貼っとくんで、そこから確認していただければと思います。
はい、こんな感じでどんどん組み立てちゃいます。はい、じゃあ、これですね。これができたんで、これも決まりはないんですけど、こっちかな。僕はこっちを使って、ここですね。さっきの続きになりますが、これを組んでいきます。ここオイルですね。まあ、一滴でいいんで、ちょんって刺しといて、ここにこれ入れて、で、反対側もちっちゃいベアリングですね。これ入れて、はい、こんな感じでしっかり入れて、で、もう、ここは僕はいつもこの時点で止めちゃう感じにしてます。なので、芋ネジですね。あ、そう、さっき話飛んじゃったんですけど、この芋ネジつけづらいときは、こんな感じで、なんとかちょこっとだけでもはめて、ほぼはまってるかはまってないかぐらいなんですけど、今。で、このまま地面に置いて、もちろん傷がついてもいいような場所ですよ。これ今カッティングマットの上でやってますけど、ここでこうやってやると、ガスッ入るんでこういう風にして、こうつけてます。で、ネジロック剤ですね。ネジロック剤を、もうこれほんと5マ粒の半分ぐらいでいいですよ。5マ粒大でも多すぎるぐらい。こんな感じでちょんとつけて、でそのちょんとつけたのを、これを、ここに入れるときに、その、結構たくさんついてるところを、この穴にちょっとズボって入れるんですよ、一回。そうすると中に染み渡るんで。で、そのまま、締めるっていう感じでやってます。で、ある程度ギュッと締めて、まあネジロック剤打ってればそんなにめちゃめちゃ強い力でやる必要はないと思うんですけど、これで、ここはもう OK ですね。で、これ組むんですけど、まあここもクリアランス調整が必要な場合があるので、一旦仮組みします。あ、いけそうだな。これもご存知の方多いと思いますけど、これ閉めて、で、ある程度きつく締めないといけないですけどね。実際組むときって結構きつく締めるじゃないですか。なので、ちょっとめんどくさいから2本しか締めてないですけど、この対角線上ですね。対角線上の2本をこれ締めて、これでまあ十分硬い状態だと思うんで、あ、ちょっと必要っぽいですね。これちょっとゴリゴリしてるんで、これ今ギュッと締めた状態でゴリゴリしてますので、ガスケットですね。まあ、今回3枚ぐらいかな。3枚ぐらい入れます。はい、ちょっととりあえず3枚で、多分これでいけるかなって感じなんで、この時点でもうグリスですね。グリス塗っちゃいます。このデューログリスを塗ります。これ結構いいです。自分で言うなよって感じかもしれないですけど。これ結構いいです。実写のオイルとかグリスを作ってるメーカーさんというかまあ工場さんですね。を発見しまして、そこに聞いたら、いいよ作ってあげるよ。マジっすかみたいなところから始まってできたんですけど、ようやくこれ粘度がまあグリスなんであるんですけど、これベース成分が同じらしくて混ぜれるよって言うんですよ。めちゃめちゃいいじゃんと思って、グリス塗った後オイルさせるんですよ。全然お互い干渉しないというか悪い影響がない。単純にシャビシャビに、どんだけでもシャビシャビにできるみたいなイメージです、グリスを。で、僕の使い方は、このグリスをここにぐしゃぐしゃっと塗った後に、このオイル、ベースオイルをもうかけちゃってます。そうすると、すごい染み渡って、なんかいい感じになるんですよ。こう、隅っこの方はちゃんと粘度が低い状態の部分が染み渡って、で、肝心なところは結構粘度が高い状態のまま残ってるっていうのがすごい気に入ってます。はい。で、これで組んじゃって、ちなみにこれウォータープルーフですね。ちょっとぐらい水に使っても大丈夫。
ダメですよ。水突っ込んじゃダメですけど、基本的には。ESC とか壊れちゃうんで。ただ、ちょっとぐらい湿気が回ったりしても大丈夫なグリスです。これで、いけるかな。今んとこスルスルですね。これで、本締めした時に結構動きが渋くなっちゃうことがあるんで、そこは注意が必要なんですけど、いいですね。スルスルですね。これでここは問題ないと。で、ここから僕の場合は、これですね。これをつけるんですけど、まだ、こう、芋ネジは締めずに組んでいく感じにしてます。あ、そっか。あと、ここも、本当はやった方がいいんですよね。ここもさっきやればよかったんですけど、ここを削りましょうか。ここはいいか。ちょっと今回なしでいこう。ここだけ、ちょっと最終手段で、どうしても動き渋い場合に、ここ削ったり、塗装を落としたりする場合もあるんですけど、多分大丈夫かなっていうので、今回ここ削るのと、ここの中側だけやって、ちょっと進めてみたいと思います。はい、これが、たまたま600番だった。600番があったんで600番ですけど、別に400とか800とかでも大丈夫です。で、ここの面ですね。ここの面を、なるべくまっすぐ置いて、こんな感じですね。こっちがまだですけど、こっちがコスタート。こんな感じで一面塗料が取れるような感じで。こんな感じでなってれば大丈夫だと思います。ちょっと残ってますけど、これぐらいで十分かなと。この穴の周り一周ぐらいがちょっと取れてれば大丈夫です。これ、動画で紹介したことあるかわかんないですけど、一番楽なやり方はこれですね。ちょっと大幅に塗料取れちゃうことがあるんですけど、ただ、そんなのないよって方も多いと思うんで、このやり方あれなんですけど、エアブラシのツールクリーナーとかツールウォッシュってやつがあるんですよ。エアブラシ用の強力な洗浄液を今これ綿棒でこうつけて中の塗料を丸々取っちゃってる感じです。この中を。で、そんなのないよっていう場合は、これも他の動画ですでに紹介はさせていただいてるんで知ってる方多いと思うんですけど、この中ですね、丸棒のヤスリかペーパーヤスリをこう棒にぐるぐる巻きつけたやつでこう中を通してください。で、目的としてはこの中の塗料を一通り剥ぐっていうのが目的です。結構この WPL のここのアクセルを塗ってる塗料っていうなんか分厚いじゃないですか。そのせいで結構ここきつくなりやすいんで、それを取ってるって感じですね。ただこれ多分今取れますけど、これでやると、取れないか。この上の方まで剥げちゃうことがあるんですよ。別にそれで問題はないし、むしろその方がスムーズになるんじゃないっていうぐらいなんですけど、気になる方は気をつけてやってください。この辺が結構ベロッと剥がれて、下の金属が出てきちゃうことがあるんで、その辺気にされない方は、これでガンガンと塗装ですね。この辺取っちゃうっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、これでうまく映らないかもしれないんですけど、裏側ですね。裏側が全部銀色になってるっていう感じ。内側の塗料がですね、全部剥がれたっていう感じになってます。で、ここから芋ネジまだ打たずにこれを入れちゃいます。で、これですね。この短めの紛らわしいサイズないんで大丈夫だと思うんですけど、この短めのタッピングビスじゃなくて普通のビスですね。もちろん相手が金属ですので、これもよく他の動画で言ってますけど、この目の細い、目の粗いタッピングビスじゃなくて、この目が細いギザギザがきめ細かい、この金属用の普通のビスですね。これと、このカラー、これ使います。あとこれか。このベアリングを内側ですね。内側しっかり入れて、
で、外側つけて組み立てるとどうせ取れちゃうんで、最後につけるのがいいかなと思います。なので、一旦内側だけですね。こんな感じで入れて、で、向きとしては、こっち向きですね。この向き。これが、こっちにある状態だと間違ってます。こっち側ですね。この赤いやつがついてる方。こっち側にこれが飛び出てる状態。上下とかは特にないです。でこれ入れて、ここですね。ここ閉めて、こっちも一緒ですね。ここ閉めて、ここはかなりきつめに締めておいた方がいいですね。ネジロック剤打ってもいいかもしれないんですけど、ちょっとこの可動部なんであんまり良くないかなっていうの僕は使わないですけど、めったにここは取れることは、ネジロック剤しなくても取れることはないですね。これで、はい、いいですね。これでもう、ここはスカスカ動く状態が好ましいです。で、問題ない動作が得られてますので、これで、この中の D カットの面をですね、これ今こっちの D カット見ると、こっち向いてるじゃないですか。で、こっち側も同じ方向向いてるんで、この D カットがこっちで見て、こっち向いてるから大丈夫だなという状態で、ここに芋ネジを打ちます。この辺は特にネジロック剤たくさんつけすぎると、もうとんでもないところに回っちゃって動かなくなるので、本当にちょっとですね、ちょっとだけつけて、入れるようにしてください。はい、これでスルスルの状態でこっち側組めましたと。で、反対側も一緒ですね。はい、で D カットの位置なんですけど、さっきの芋ネジの位置と同じ場所に D カットが来るんで、同じ向きに向けてここで芋ネジを打つという感じで問題なく、止めることができます。はい、これで大体完成なんですけど、ここでもうリンクロッドもつけちゃいましょうか。で、この時にまだ刺しやすい状態なんで、オイルですね。ここはグリスまで塗る必要はないと思います。オイルだけで十分かなと。この可動部に、ちょこんちょこんでいいんで、動くとこすべてに1滴ずつみたいな、そんなイメージですね。で、次に使うのが、これですね。これを組んでいきます。確かこれ20回ぐらいでいいですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。20多い気がします。15にしましょうか。半回転を15回やりました、今。確かこれぐらいでちょうどいいと思うんで、微調整はやっぱり個別でやらなきゃいけないんで、ちょっと一旦これで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。これぐらいで、大丈夫だと思いますけど、こんな感じですね。で、これ入れて、これですね。このピロボールを入れて、で、さっきと同じネジですね。この紛らわしいサイズないんで大丈夫じゃないですかとか言ってた。このネジ。これを使って、これ今、正常な向きなんですけど、車体に取り付けた時と同じ向きなんですけど、これの下側ですね。今、赤いこの玉の部分が左側にあります。で、プロペラシャフト向こう側にあります。で、これ下からつけてください。ここに。こっちじゃないですね。で、2箇所あるんですけど、こっちですね。こっちにつけるんじゃなくて、こっちですね。
なので、ここに、こんな感じですよね。あ、ちょっとやっぱり回し足りなかったな。さっき15回でやりましたよね。なので、あと3回いきますか。1、2、3、4、5。ちょっと足りないと思って5回にしました、今。3回って言ったのに回してみたらちょっと足りなさそうだったね。こっちも一緒ですね。1、2、3、4、5。これで、これでちょうど良さそうです。これでつけちゃいます。あとはまあ、実際に組み立て上がった後に調整するしかないんで、好みもありますし、まあ、一般的にまっすぐ向いてればいいんじゃないって感じ。WPL の場合はですけど。競技車両とかだとちょっとトーアウトにしたりするんですけど、そんなにこだわらなくていい車だと思います。まっすぐ両方平行になってれば大丈夫だと思います。大体大丈夫そうですね。これで進めちゃいます。いや、ちょっと遠いん。まあいいや。これこれで進めます。で、一応最後タイヤ取り付ける前でも全然いいんですけど、ここですね。忘れないうちに入れとこうと思います。はい。で、ここまでできたら、ここからですね、ちょっと D シリーズならではのリーフスプリングですね。リーフスプリングをここに取り付けていくっていう感じになるんですけど、C シリーズとここからちょっと違うところですね。ちょっとやっていきますね。で、ここで必要になってくるのが、この金属製のリーフスプリングと、あと樹脂製のリーフスプリングがあるんですよ。で、その樹脂製のやつが、この今、切って開けてる袋に入ってるんですけど、これ、実は、パッと見で、あれと思ってた方もいらっしゃると思うんですけど、この実物見てですね、このノーマルの樹脂のアクスルが一通りこう入ってる袋があるんですよ。これ使わないですけど、この樹脂のアクセルは。だけど、これも WPL さんの結構ワイルドなとこワイルドなところで、こうなんかノーマル、このドライブシャフトとかも、ノーマルもなんか入れちゃってるんですよ。この辺はちょっともう置いといて、これですね。ここに、このリーフスプリングが、樹脂製のやつがくっついてるんで、で、長いやつと短いやつがあるんですね。でこれをまず、長いやつ2本、で、短いやつ2本を用意してください。で、ついでに、ここから、このパーツ、これを、2つか。2つですね。で、これ、いっぱいあるんですけど、またリアで使います。フロントはとりあえず2つだけでいいです。この辺全部一緒なんですけどね。で、結局準備していただきたいのが、今切り離した、この樹脂のリーフスプリング。長いの2つ、短いの2つ。で、これですね。これも今切り離したやつ。と、金属製のリーフスプリング2つ。と、これですね。これは金属製の下駄。このネジ受けですね。これは多分見慣れてる方も多いと思うんですけど、メタルアップグレードパーツセットにこれですね。これに含まれてるネジ受けですね。と、あとこれ。この長いネジ。これ4本。これ1回置きますね。この長いネジ4本。一応ちょっと実寸でお伝えしておきましょうか。頭なしですよ。頭なしで、ネジ山がある部分だけの長さで、実寸で 17mm のネジですね。これを使います。で、組み方なんですけど、まずこれですね。この、ちょっと紛らわしいんですけど、この金属製のこっちじゃなくて、ランナーから切り離したこのプラスチックの、これですね。こういう形のやつ。これに、まず、一番短いリーフスプリング。これをこう入れます。
で、次に長い樹脂製のやつ。これですね。これを入れます。で、最後にこれ。で、とりあえず向きは関係なしで気にせず組んじゃって大丈夫です。全部ここに挟み込むようにして入れて、で、一旦ネジを通しちゃってください。こんな感じで。この、今重ねたこの3つですね。この3つを全部貫通させるようにして、で、2個穴があるんで、両方ですね。両方貫通させるようにして、この状態ですね。で、これを、ここに入れます。さっき組んだこのアクスルに、この時はちょっと向きを注意してほしいんですけど、正直どっちでも最終的に組めるんですけど、僕はこれを前にしてます。この曲がってる方。で、この平らな方ですね。これを後ろ側にしてます。後ろっていうのはこの赤いやつがついてる方が前ですよね。こっちが前。で、こっちが後ろ。これプロペラシャフトついてるんで、こっち後ろじゃないですか。車体についた時、これが一番前になるんで。で、前側にこの曲がってる方を来るように組んでます。実はどっちでも組めたりはするんですけど、一応僕はこっちで組みます。で、さっきのこの金属製のネジ受けですね。これをここに持ってきて、この下にネジが出てるところあるじゃないですか。さっき貫通させたネジの頭が出てきてると思うんで、ここですね。ここに当てて、で、締めて止めると。で、片側一気にやっちゃうと良くないんで、ちょっとずつ両側締めて、で、両方ちゃんと入ったなってなったら、まあ本締めって感じで。お、結構回しますね。こんな感じで。で、片方完成ですね。これが、可愛いですね。リーフスプリング。こんな感じで。で、反対側も一緒ですね。このプラスチックの方。このパーツに、短いやつ、あ、これ長いやつでした。短いやつ、で、長いやつ、金属。で、ビスで貫通させる。で、同じですね。ここに取り付けていきます。はい。これで、フロントの足回りがもうできたっていう状態ですね。とつなげます。ここさっき20回ぐらいでやったんですけど、まだ足りないですね。もっと限界まで短いぐらいでいいですね。ちょっともう一回これ回し直します。締め込み直します。1、2、3、4、5。これぐらいで限界かな。もうちょいいけるか。6、7。これあんまり締め込みすぎると、こう中からモリモリって出てきて、ここを圧迫しちゃうんで、そこは注意していただきたいんですけど。で、こっちも、1、2、3、4、5、6、7、8。これ限界ですね。これぐらい。こうか。これで、こっちももうちょっといけるかな。限界ですね。これでもう限界までねじ込んだ感じになっていて、で、ここはスムーズに動く状態と。ピロボールですね。ピロボールはスムーズに動く状態。で、もういっぱいに短くしたっていう状態なんですけど、これぐらいでいいと思います。で、またここ取り付けをし直して、で、サーボ側は、この長めのナンバー2じゃなくて、ナンバー、何でしたっけ ?5 とかだと思うんですけど、あんまり使わないんですけどね。8ミリってやつか。ちょっと長めのやつですね。これがナンバー1の次によく使うナンバー2っていうネジなんですけど、似てるんですけど、もうちょっと長いやつがあるんです。で、こっちを使います。
これだとちょっとギリギリ届かないぐらいなんで、で、これを使って、ここですね。この辺説明いらないかなと思うんですけど、ここにネジをこれ入れて、で、一番外か2番目ぐらい。この辺は判断はお任せしますけど、使ってるプロポセットとかにもよるんで、基本的にはプロポセット、プロポの方でエンドポイントアジャストって言って、最大の切れ角を調整する機能があるので、最終的にはそれでやればいいので、物理的に限界まで切ることができていれば問題ないので、理想は2番目でエンドポイントアジャストを使うぐらい、切れ角がいくのがいいんですけど、ちょっとそれは、個体差とかもあるので、今回は、その設定自体はしないので、一応一番外から2番目を使っておきます。で、実際作られる時も、一番外から2番目使って、切れ角足りないなと思ったら一番外にするっていう感じで、調整していただければいいかなと思います。ここも相手が樹脂で、なおかつ、ちょっと薄い形状なんで、そんなに無理すると、強く締め付けすぎると、ネジの穴が舐めちゃうんで、そこはちょっと注意しながらやってください。はい、こんな感じで。結局ちょっと、これを限界まで短くしても、結構ここ斜めになっちゃう感じでしたね。ちょっとここ干渉しちゃうんで、こうやってやると、ちょっと気になるところではあるんですけど、もしここ、一応ある程度切れてるんで、そんなに問題はないと思うんですけど、もし気になる方は、こっちをちょっと短くカットするとか、もうちょっと本当に2、3ミリでいいと思うんで、左右。カットしてあげると、もっと詰めれると思うんですよ、ここ。で、その辺こだわってやりたい方は、ちょっとここ、両側2、3ミリカットして、詰めてもいいかもしれないですね。それかもっと短いシャフトに変えちゃうとか、そういう対応でもいいんじゃないかなと思います。あとは、一応ですね、さっき、ここのネジ穴、外側使いましたけど、内側ですね。内側も、下のネジ、すでに使ってますが、一応入れれるんですよ、上からも。ダブルで。下も上もっていう形でできるんで、そのようにして、ちょっとここの距離稼ぐとか、そんな感じにしてもいいかもしれないですね。この辺ちょっと走らせてみながら、皆さんそれぞれいろいろ工夫したりとか試しながら、微調整ですね、していただければと思います。では今回ちょっとメカ積みまではしないので、このまま進めちゃいますね。はい、おかえりなさい。元の動画に戻りました。大丈夫ですかね？ここまで行きました。フロントアクセルが取り付けられてますっていう、この状態。で、実は、ですね、またすぐに使い回しの動画に戻ります。これが付けれましたよと。で、今度、リアですよね。リアのアクセルを組み立てて取り付けるっていう形になるんですけど、こっちですね。こっちのリアのアクセルの組み立て。これも今から1個前の動画と同じ部分をちょっと使い回しになっちゃうんですけど、それを流しますので、それを見て途中までいけるんで、途中まで見ていただいて、そこから続きはちょっと取り付けるところですね。最後のちょっとこっちをちょっと組み立てて、で、さらに取り付けるっていうところは、またこっちの動画に戻ってから説明させていただきますので、またですね、ちょっと一旦、こちらの方を見て進めてください。で、ここですね。ここを取ります。で、ここですね。ここを外して、この状態からですね、ここを、普通に組んでいくんですけど、一旦。この、フロントでは短いシャフトを使ったんですけど、リア用は、同じやつが2本あるので、これ1本ですね。1本まず使って、ここの D カット、これが真ん中よりも左にある状態。この場合は、これですね。これを、こっちから、この向きで、入れます。で、ここからはフロントと同じなんですけど、シムですね。シムを、こっちから1枚、で、こっちからも、反対側ですね。反対側からも1枚。両側に1枚ずつ入れて、で、ちっちゃいベアリング。これも両側から1個ずつですね。こんな感じです。
で、ここもフロントと一緒ですね。ここに、この状態で入れて、左右ですね、どっちかに飛び出た状態にならないように、なるべくもう、このシャフトが、こう、右に寄ったり、反対にこう、左にこう寄って、こっちが出過ぎたりしていない、均等にですね、左右同じぐらいになる位置を見つつ、この D カットですね。で D カットは全部同じ方向を向いてるんで、横の D カットの向きを目安に、この D カットの面が手前に向いてる状態で、ここですね。この芋ネジを入れる穴、これを手前に向けて、この位置で芋ネジですね。で、そーっと、さっき位置決めしたところですね。大きくずれないように押さえながら、芋ネジをここに締め込んで、で、一応この時点でも左右が大きくずれてないかという確認しつつ、もしずれちゃってたら、芋ネジをちょっと緩めて、ネジロック剤はそんなにすぐ固まることはないので、一回芋ネジを緩めて、この真ん中ですね、シャフトの真ん中を合わせてあげて、で、本締めすると。で、あとは左右ですね、まだベアリング入れてないんで、この端っこのベアリングを左右に入れると。こことここですね。はい、これでベアリングがしっかり1、2、3、4ちゃんとあるかっていうのを確認しつつ、これはフロントと違ってこの時点でここ閉めちゃうとここの芋ネジが閉めれなくなっちゃうんで、先にこのアクセルですね、これを取り付けます。これ今ちょっとシャーっと回るか確認したらちょっと干渉してますね。これもメタルアップグレードパーツセットの解説の動画で何度か紹介してますけど、ちょっと面倒なんですけど削らないといけないですね。ちょっと削りましょう。はい、これで、そうですね、これで削って干渉がなくなったんで、スルスルっと回るようになりました。じゃあこれで、ここですね、さっきの続きです。ここを芋ネジにネジロック剤つけて止めていくと。これ今、ここ閉めたら回んなくなっちゃったんですよ。スルスルっと。これはちょっと押さえすぎましたね。その場合は、もう一回ちょっと緩めてあげて、気持ちですね。本当にちょこっと、今、本当に 0.1 ミリみたいな感じで、こっちにずらしました。これでスルスルっと回るようになりましたね。で、あとここは閉めちゃうんで、グリスですね。グリス化オイルをベアリングに塗っておきます。で、ここ閉じちゃって、はい、またお帰りなさいですね。ここまでいったと思うんですよ。で、ここから続きをやっていきます。で、まず、この向きなんですけど、必ず守っていただきたいのが、この玉の位置ですね。これが真ん中から左に寄ってる状態。この向きですね。この向きで、一応僕はこの銀色に塗装が乗ってない方をこっち側にしてます。こっちでも全然組めるんですけど、一応僕はいつもこっちにしてます。で、これですね。この赤いカバー。これを玉が左寄りのこの向きで、WPL っていう刻印が読める向き。この向きですね。この向きでこうはめ込んで、で、組んでいきます。じゃあ、ここに取り付ける、今度は、これですね。これを組んでいきます。多分、この B シリーズに挑んでるような方は、全然メタルアップグレードパーツセット組んだことあると思うので、この辺説明いらないような気もするんですけど、一応、おさらいも兼ねてっていう感じで、ここですね。ここにちっちゃいベアリング入れて、で、
オイル刺しといて、オイルかグリスちょこっとつけといて、で、これ刺しますと。で、こっちもちっちゃいベアリング。これを入れて、で、同じくオイルかグリスちょこっと塗って、で、これですね。ちなみに今回の動画で多分これの組み立ても出てきてないと思うんですけど、大丈夫ですよね。一応、この辺の組み方わからないよっていう方いらっしゃったら、概要欄にリンク貼ってあるので、ちょっとそこからすいませんが飛んでいただいて、で、そこで見て組んでください。多分大丈夫だと思うんですけど。で、ここはもう芋ネジですね。打っちゃっていいと思います。もう、ネジロック剤で止めちゃっていいと思います。で、一応ここ自体スムーズに回るかっていうのを確認しつつ、ここですね。ここに一旦取り付けて、で、スムーズに回るかっていうのを必ずですね、最低2本は、対角線上に2本はネジを実際に取り付けて、ある程度締め付けて確認をします。今回は、これはそのままいけそうですね。これある程度締めてスルスルなので、ガスケット追加はなしでいけそうなんで、このまま組んじゃいます。でもちろんここできつかったら、ここにペーパーガスケットですね。まあ、そのきつさの加減にもよるんですけど、2枚3枚入れて調整をしてください。あ、そうだ。グリス、一発で決まっちゃったからグリス入れるの忘れるとこだった。一応ここですね。ちゃんとグリスを封入しといた方がいいと思います。はい。じゃあこの辺はもうフロントと一緒ですね。グリスを入れて、まあ、ある程度まんべんなく塗って、今回はこの、ちょっとまだ発売してないんであれですけど、発売したらぜひ使ってほしいんですけど、このデューログリスとオイルですね。適度に混ぜつつ、塗って、で、組んでいきます。はい、大丈夫そうですね。ネジ4本、結構キツキツに締めて、スルスルに回ってるんで、これで進めて問題ないと思います。で、この時点で、僕の場合はって感じなんですけど、ここネジロック剤ですね。ちょんちょんと塗って、両側に。ほんのちょっとでいいですよ。ほんのちょっと両側に塗って、このパーツですね。このパーツを、こんな感じで、もう取り付けて、なんかメンテナンスしてる時とか、ここパカって取れちゃうのが嫌なんで、僕はここもうネジロック剤で留めちゃってますね。もちろん、この中を開けたい時、全然ちょっと力いりますけど、こうグッてやれば取れるんで、こんな感じで。ただ、つけすぎたら、全然取れなくなっちゃう可能性があるんで、本当にちょこっとだけ塗るっていう風に気をつけていただきたいんですけど、一応僕はこんな風にしてます。で、ここからですね、フロントと一緒です。リーフスプリングを取り付けていきます。もうフロントと一緒なんでサクサクっとやっちゃいますけど、向きだけですね、間違えないようにしていただければと思います。なので、用意していただくのはこの辺のパーツですね。リーフスプリングのパーツ。で、この長いビス。これ4つですね。これフロントで使ったやつと一緒のやつを使います。これちょっと紛らわしいのが、同じような長さで、ちょっと短いやつと長いやつがあるんですけど、ここでは長い方を使います。はい、じゃあ、一応、もう一回、こうですね。さっき違う感じだったと思うんですけど、これも楽、このやり方も楽かもしれないです。こっちからこう入れといて、で、長いやつ、短いやつ。これだと、一気に通せるんで、こんな感じで。で、これですね。ビス2本にして、で、ここに、これをこの向きですね。この向きで入れて、こう全部、こう収まる感じですよね。こんな風に。で、これを、この向きですね。こう赤い玉がここにあったら、このフックになってるのが、後ろ側、こっち側に来るっていう感じで組みます。じゃあ、こっちは飛ばしちゃいますね。はい、こんな感じですね。こんな感じで、もちろんここも止めてくださいね。このパーツで。ここも止めて、しっかり作れましたっていう状態。はい、じゃあ次に積みますね。はい、じゃあリアのアクセルももう車体に取り付けてしまいます。ここまで来
きていれば簡単ですよね。フロントと一緒です。ここに引っ掛けて、で、ここですね。ここをネジで止めると。で、この車体の場合は、プロペラシャフトをつける前にアクセルつけちゃっても、後でここ確かはまるはずなんで、このまま進めちゃって大丈夫だと思います。はい、ここはナンバー2のネジですね。短めで頭がちっちゃいやつ。これを使って止めていきます。はい、こんな感じで、ここのネジですね。止めて、リアアクセルの取り付けができました。じゃあ、あと、プロペラシャフトのこっちの続きですよね。続きも取り付けちゃいましょうか。まあ、ここも大丈夫だと思うんですけど、ここ取り付けて、で、ここ入れていくと。で、若干無理があるかもしれないんですけど、この、特にリーフスプリングの場合、ちょっとこう避けれるんで、アクセルをギュッてやれば。それで、ピュッと入れれると思うんで、ここに収めて、で、芋ネジですね。で、ここ D カットがこっち側向いてないと、芋ネジ入れれないんで、そういう場合は、こう、細いペンチかなんかで D カットのところをこう、つまんで、こう回してあげると回せるんで、これで、今ちょうど D カットが向こう向いてたんですけど、こっちを向いたんで、これで、こう、芋ネジですね、打ってあげれば大丈夫かなと思います。はい、こんな感じで、ここ芋ネジですね。ちゃんとネジロック剤を塗布しつつ、ねじ込みました。はい、こんな感じでもうだいぶ形になってきましたけど、まあ、シャーシはもう完成って言っていいぐらいですかね。で、ここからボディを作っていくんですが、ボディに関しては、付属の取説の組み立て図ですね。組み立て図を見ていただけば、そんなに難しいところはないと思います。で、今から僕も基本的にはカメラ外でサクサクっと組み立てていきつつ、もしここ大丈夫かなみたいな、ちょっとなんか難しそうだなみたいなところがあったら、ちょっと解説を入れながら、やっていきたいと思います。あ、そうだ。一箇所まずあるわ。そこだけ先にお伝えしておきます。これですね、このパーツ、ここを取り付けていくんですけど、ちょっとここややこしくって、結局やりたいことは、ここにこれを入れたいんですよ。パチッと。入れたいんですけど、これどこにどうするかっていうのがちょっとわかりづらくて、ちょっと見ていただくと、ここになんか爪みたいのが2つついてますよね。こっちにも。ここに、こっちの爪を入れていくっていう感じです。なんかこれが邪魔っぽいんで、こっちに入れるのかなと思っちゃうかもしれないですけど、こっちですね。この爪がある方、2つの爪がある方に、この爪をこう入れる。で、さらにですね、今はまっちゃったんで、ちょっと、わかりづらいかもしれないですけど、ここが、こう、うまく、ちょっと出る感じですね。こんな感じで。で、噛み合わせつつ、この爪は一番こっちにあるっていう状態で、入れます。ちょっとこっち、もう一回、こっちも同じなんで、ちょっとやってみますね。ここですね。ここに爪を入れて、入れるんですけど、こっち側がうまくはまってないと、奥までパチって入んないんですよ。で、その場合は、今画面で見ていただくと、こっちを、ちょっとこっちにグッて引っ張りながら、ここを入れ込んであげます。こんな感じで。これでちゃんとはまったっていう状態ですね。で、この状態から、まあ、ここ、はめ込みだけなんで、ネジ止めはないんですけど、ここから、このタイヤですね。スペアタイヤっていう感じで、ここにこうはめてあげます。こんな感じですね。で、あとは、ここをネジ止めすると。あとそうだ。B24。B24 だけ、ちょっと加工がいるんですよ。これ実はちょっと、仮組みしていて、一回、もうカットしちゃってるんですけど、このベッドの、ここのポストを切らないと、KM の場合、K の場合そのまま組めるんですけど、KM の場合、ここが2スピードミッションになってる関係で思いっきり干渉しちゃうんですよ。で、ポストを切ればギリギリ取り付けはできます。でも、もうちょっと削りたいなっていう感じ。ここはですね。ここわかりますかね？こう同じ高さで1、2、3ってあるんですよ、本当は。でもここカットしてありますよね。で、これでもまだちょっと当たっちゃうんですね。でもし、ルーターなんかお持ちの方は、こうウィーンって削っちゃうのがいいと思います。
で、ちょっと今実際やってみますけど、そういえば、これがありました。これを見てください。この、デューロのルーターを開発してました。で、もうすぐ出ます。多分年明けなんですけど、ちょうど最終サンプルなんですよ、これ。でもこれほぼ製品版なんで、結構かっこいいやつが。これをちょっとあえて使います。ルーターあるとめちゃくちゃ便利なんで、ぜひうちで作りたいなと思ってて、結構いいやつができたんで、またもちろん詳しく紹介しますけど、これ、いいっすよ。一応35,000回転までで調整ができて、で、リバースももちろんできます。ちょっと今日これであえて、あえてこれで削ってみますね。で、一時停止機能もちゃんとついてるんで、これだけで、スタートとストップができるんで、めっちゃ便利です。はい。またちょっと話それちゃうんで、いきますね。これで、ちゃんと、ここですね。ここを、まあ、見えないとこなんで適当でいいと思うんですけど、多分これぐらい削れてれば大丈夫だと思うんですよ。いや、すいません。もうちょっとでした。もうちょっと削ります。はい。これぐらい、今これぐらい削ったんですけど、これでいけるかな？あ、いいですね。今これでちょうどここが、こう、収まる感じ、乗る感じになりました。これぐらいかな？ちょっとあとは、パパッと作って進めていきながら、気になるところがあれば、ちょっと動画で解説させていただきます。そうですね。もう、今これできちゃったんですけど、特に難しいところは他にはなかったと思うので、多分大丈夫ですよね。で、もし、いや、ここどういうことですかみたいなところがあったら、コメント欄からですね、ちょっとご質問ください。テキストでお答えできる範囲だったら、テキストで、コメントでですね、お答えしますし、もし、それが難しいようだったら、最悪動画でまたお答えするような形にしますので、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと何かあれば、コメント欄でご質問ください。僕、この車体のお気に入りポイント、ここなんですよね。この開き方、良くないですか？本当のトラックもなんかこんな風に開いたりしますよね。で、ここに、まあ、メカ積んだり、バッテリー入れたりっていう形になるんですけど、これいいですね。はい。で、あとこっちの B14 ですね。B14 は、もっと簡単なんで、大丈夫だと思うんですけど、こっち加工が必要でしたけど、こっちは無加工で全然そのまま組めますので、よりこっちの方が大丈夫かなとは思うんですけど、もちろんこっちもちょっとよくわかんないなっていうところがあったら、ご質問いただければと思います。はい。じゃあ、こんな感じで、今回 B24 の4輪でしたけど、まあ6輪も B シリーズならではのすごいかっこよさと迫力があるんですけど、僕、この B シリーズの4輪も好きなんですよね。特にこの B24？ もちろん個人的にですけど、こっちはなんかやっぱ6輪の方が迫力あるなっていう感じはあるんですけど、B24 はなんか、可愛いっすよね。こっちも塗り方とかいじり方によってかっこいいな。どっちもいいな。はい。じゃあ、今回ですね、こんな感じで、キットの素組みっていう感じでやりました。で、一応上級者の方向けということで、結構飛ばしちゃったところもあるんですけど、この、本当はホイールウェイトとかもつけなきゃいけないんで、その辺も、本当は解説した方が良かったかもしれないですけど、まあ、他の動画ですでにありますので、ちょっとてんこ盛りにしちゃうと、もうめちゃくちゃ、やっぱり動画、長くなっちゃうんで、その辺はですね、ちょっと必要に応じて概要欄にリンク貼っておきますので、よくわからないっていうところは、リンクからまた、お手数なんですけど、見ていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。